こんにちは。こんにちは。안녕하세요。はい。 저는 히르마입니다。 이곳은 한국산 크로마츠입니다。 ということで今日は韓国産クロマツをやりたいと思います。わかりました。はい。でもなんかそれ以外もあります。それ以外もなんか最近ほら動画というかご意見がいろいろあって、先週もなんですか、殺菌殺虫やってほしいということで、やったりとか、なんか爆買い動画見たいって、爆買いってさ、私サラリーマンでお小遣いするのないですから、だけどここね、先週先々週と、まあある意味爆買いしたんですね。だからこれのちょっと簡単な紹介と、このいいクロマツがまだまだいっぱい入ってます。当然ね、最近新しいものがいっぱい入ってるんで、まあ当然のそこら辺の宣伝も含めて。ちょっと紹介したいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、わかりました。最初韓国産だったんで、わかりました。なんとなく。はい、ということですね。で、先々週かな、購入したのがこちらとこちらなんですけど、これはね、ちょうどタイムリーで昨日もうバレちゃいますね。いやもうね、だから動画はもう昨日だけど、これ公開7月末とかなんですよ。ですよね。だから今日は7月4日、5日？そうです。4日。で、紹介された、どこで買ったか分かっちゃうと思うんですけど、ナス娘っていうやつですね。五葉松ですね。で、これは昨日宿題で、昨日じゃない、先週宿題で家持って帰って、作ってきました。これがそうですね。これ樹高がね、結構20ちょっとかな、23センチぐらいかな。今これだとどうですかね。この辺で18ぐらいになってます。ここが頭なんです。ここが頭にすると。このぐらいの小ささにしたいから。そう、これぐらいにしたいっていうことで、まあこのまま全体普通で見ると多分こっち正面なんですよね。この辺が頭で、でまあ畳み込むのもあるんですけど、もうより小さくしたいっていうのがあって、ここを頭に作って、まあこっちも頭こうあったんですけどね。これを頭にして取り木をして、こっちもできれば、こんなちっちゃいナス娘ができちゃうすごいということで、取り木動画はこれから出るんですよね。これから出る、もう出てるんですね。出てますね。同じやり方かどうかわかんないですけど、多分違いますね。多分違うか。特殊だったから、5円のは。なるほど。じゃあそれは楽しかったですね。動画ね。私のはね、いつも最近環状白銀のそぎ上げって言ってるんですけど、距離がなかったんで、一重だけ幹剥いちゃって、そこに針金かけて。幹剥いたんですか？一周だけ。一周だけ剥いてるのはできるだけ深く入れたかったんで。じゃあ同じやり方ですわ。すごい。1本だけでね、3本向いてもよかったんですけど、結局針金は3本もやりました。動画後で送ってもいいですけど、お願いします。針金3本でやって、で結びはね3箇所別にしたんですけど、でここのとこだけ環状白皮して一周だけで、そこに針金入れて、であと下もすごい、古間さん同じやり方僕動画でやったんですと。そうですか。じゃあすごい言っちゃった。じゃあそれ答え合わせになるわけですよね。私もまだ見てないですからね、まだ公開皆さん見てると思いますけど。ということで、取り組みしましたので、あと2年か3年我慢です。これはもう。わかりました。ということで、これはやりましたって一つですね。それで、これですね。これはね、ちょっと実は高かったです。これはね、面白いケースよ。面白いですね。で、これはね、多分継いでないんですよ。こっちはね、実はちょっと追記、ここに継いだ跡があると思うんですけど、ちょっと削ったんですけどね。これは継いでるもんです。で、これは面白いんですけど、めちゃくちゃ難しい。離れてますからね。そう、こっちは親木がこっち行っちゃってるし、これはこっち行っちゃってるし、で間にこれがあるっていうのがまた厄介で、どうすんの？でこれを畳み込みたいんですけど、今度これが邪魔なんですね。ということなんで、これをどう作っていくかっていうのは結構な荒技になるんで、冬にこれをやりたいと思うんで、楽しみ。で、ナス系の東樹園にまだあります。朝来たらね、5、6鉢ありました。
ナス系の五葉松と、あと夏娘もまだ一つあります、あと他の継ぎ五葉とか赤松の安房とか、まだありますんで、今日7月4日ですから、この動画がいつ放送されるか分かんないですけど、急いで来てくればゲットできるかもしれない。そうですね、ナス系五葉松ですね。あと長野系で仕入れたもの、長野系のやついっぱいありますよね。長野系ありますね。長野系で仕入れたものもいっぱいあります。そこが一連の流れですよね。先週ですね、また大量に最近当時屋さんいっぱい品物が入ってます、これが冒頭お話ししたイゴスン韓国産黒松ビニーダ。韓国産の3は一緒なんですか？わかんないです。3は同じか、韓国じゃない、韓国産。韓国産 H が始まるんですね。まあいいや、それはそれでちゃんと伝わってるかわかんないしね。いい木がいっぱい入りました。で、これ実は Q さんが2年ぐらい前？2年ぐらい前、もっと前から買ったのは3年ぐらい前じゃないですかね。いいですねって言ってた、同じような流れの木だと。そうですね。いうことで、これは半券外だ。そうですね、半径が、値上がりなんでね、どちらでも面白い。こっちもいいし、ここら辺もね、ちょっと隠してますけどね。そうですね、目切りしないとちょっと見えないですね。目切りしないとね、こういう感じですごくいい木です。そうです。はい、これがいっぱい入ってます。はい、ということで、爆買いっちゃ爆買いなんですけど、3つ買ったんですか？3つ買っちゃいました。私結構ね、細いの好きとか赤松好きって言いますけど、太いの買います。黒松もいいかなと思って、たまには。黒松を持ってないですもんね。ほとんどないです。あんだけいっぱいあってね。何本かしかない、2本ぐらいしかない。で、これは根芸で、根芸が多いんですかね。これね、簡単です。これ簡単です。簡単ですよね。皆さん簡単です。これとこの頭にして、これ差し枝にして、反対でもいけますね。はい。あとはじゃあ根芸のいい方を正面に。だからまず正面決めるときにあれですね、一周ぐるっと回してどこがいいかな、どこが嫌かなっていうのを見て、ここは根芸はね、そっちの方が面白いかもしれないですね。そうすると頭をこれを少しこう押さえながらそっちに持ってって、でこれで作ればいいかな。そうですね。わかりやすい。わかりやすいですね、これね。でわかりづらいのはこれ。わかりづらいです。でも太いです。すごいなと思って。なんかね、肌きてますね。肌きてますしね、これは修正するなと思って、とりあえず購入しました。作り方は後で考えます。で、似た形なのがこれなんですけど、これも面白いなと思って、多分そちらかな、正面が。こっちだとね、何もなくなっちゃうんでね。なんですけど、で、これがね、でも結構難しいのは、差し枝がこっちにあればいいんですけど、こっちなんですよ、内側に。そうですね。で、これがどうしようかなっていうのがあって、で、一応ここに頭があるんですね、ここに頭が。これね、これ。で、先ほど言ったように、このままこの頭をつぶってやる方法もあるんですけど、もう一つは、この頭を取っちゃって、この辺でごちゃごちゃごちゃって作ろうかなって。逆にここら辺を見せて。だから作り方って決まりがないんで、お好きでいいですよ。これは上のこの頭はこれ生かす、でこれは逆にこの頭を取っちゃって、これをね取っちゃってごちゃごちゃっとしてるやつを取っちゃおうかなって。なるほど。で将来のためですよね。今パッと作るんだったらこれ頭使って、でこれを差し枝にして、これをこの枝をぐーっとこっち持ってきてですね、作ればいいんですけど、今ちょっと考えてるのは、これそっくり取ったらどうなんだろうかなって。そこ取っちゃうんですか？そっくり。これが将来ここがね嫌味になるんじゃないかと思ってて。確かにね。まだね、外側から出てれば、まだね、お任せますよね。ここにね出てればこれ使いました。確実に多分使いました。ここに出てればね。継ぐっていう方法もあるんでしょうけど、なんでとりあえずここら辺を取っちゃって、でここら辺も取っちゃって頭、という今思いつきでちょっと構想で言いますよ。でそうするとここ今3本並んでると思うんですね。これとこれとこれと。そうするとこれが頭になって真ん中取っちゃって、これを強引に下に戻して、その手前がなくなってるってことですもんね。そうこれがなくなった時に。確かに。そうするとちょこちょこちょこっていうのができて、将来この枝がかなり勝負になってくるんですけどね、面白い気ができるかなということで、ちょっとやってみたいと思いますね。
あ、これやるんですか？多分こっちの方が難しいと思うんで、こっち簡単ですから。なるほど。これを今日はやってみたいと思います。難しいやつを。あえて。とりあえずこれ邪魔なんで一回取りますね、肥料ね。はい、一応たっぷりあげてます、肥料は。はい。はい。ということで、どこからいきますかね。まず頭取りますか。頭取っちゃう。だからこれも取らないで作れるんですよ。もう一回言いますけど。さっきの木みたいに頭をそのまま残して作る方もあるし、取る作る方もあって。だ本当は両方できるといいんですけどね。ちょっと時間もないんで今日はこっちやりますけど、これは頭を取って逆に幹の面白さを見せる。なるほど。そういうふうに作ってみたいというパターン。難しい木の方が選択肢が多いってことですね。そう、枝がいっぱいあるから難しいんで、だから自分に選択肢があるってことは難しいわけですね。さっきの創刊の五葉松もそう多分人によってだいぶ変わるじゃないですか。変わりますああいう木は面白いです。面白いんで、あれは難しいから面白そうだなと思って、じゃああれを2つに割っちゃうとかね。例えばおかしいんですよ、真ん中になんとなくこうあって、そうだからこうどっちかにねくっつけて割っちゃうとか、そういうのもあるし。なるほど。はい、ということでまずこれいきます。頭、これですね。もう取ったら戻んないですからね。取ったら戻んないです。いきます。ドン、取りました。なんか塗っとくかな。カットポーサーがね今ないんだよな。油ベトベトの変なやつ使ってるんですけど。あれです、油ベトベトの変なやつ。一度触るとこうって手にもう。だいぶ古いですよね、だってこれ。いや古いからあげるって言われたんですよね。買えよって話ですよね。木はいっぱい買うのに。木はいっぱい買うのに、こういうのにねお金を使わないっていう。はい、ということで一応保護しました。で次はこれですね。このゴチっていうのを。じゃあそこ行っちゃいますか。行っちゃいましょう。普通に考えたらこれをなんとか持ってきますよね、こっちに、ね。そう。普通はここをこう一応やってみましょうか。普通はここをこう斜めに削っといて、これも結構。後で高木さんが。細く見せるために。そうですね。こんなごついとはおかしいんでね。でとりあえずこんな風にしといて、これをこうやっていくとこっち持ってくるのが安全とかその方がいいかな。でもねやっぱりここのごつさっていうのはどうしてもこっちにもありますからね。そうこう多分時間かかるし。そうですね。だからこのやり方もあります。こっちの一般的か。一般的ですね。だけど将来グッて凝縮したやつ作りたいんで、これを切りたいということで、これ切れるかな。これ怖いな、周りの枝気をつけないと。ちょっと一回。これ近くの枝大丈夫なんですか？だから当たんないようにちょっと離して切って、もう一回また切りで小ぶ切りで。おっと、いきました。切りました。もうちょっときれいにしますね。これは切り口を滑らかに。そうですね。巻いた時に平らにするようにちょっと深く削り込む感じですかね。それで今度はこれを取っちゃいます。本当はここの肉巻きを良くするためにはこの枝をいっぱい残しておいた方がここは肉巻きいいんですね。だから本来はこれ取っといた方がいいです。後々切った方がいいってことですか？そうですね。一応動画の都合で、切ります。これもね、だからこれもちょっと残した方がいいかな。こんな感じで。でこれはイメージはもうこれが頭、これが差し枝でギューッときて、でこれとかこの辺で裏を作っていくんですかね。そうするとコンパクトになるかなっていうことで、ちょっとやってみたいと思います。問題は目切りをするかどうかなんですけど、本当はちょっと厳しいんですよね。あんま伸びてないですしね。そうですね。なのでとりあえずちっちゃくちょっと針金かけて畳み込んでみたいと思います。これはまたベトベトのやつで。ベトベトのね。カットパスタ的なやつをね。そうですね。
ちゃんと買った方がいいですね、これね。よし、ちょっと手洗いますね。はい、だいぶこじんまりしました。手洗ってきます。それで、そしたら針金かけていきますか。はい。はい。まあ簡単ですね。あともうね。これじゃ正面決まってるんですか？正面は、まあ、こっちもできなくないですね。そうですよね。これを頭にして、これ差し枝にして、ということで、そういう時は両方見れるように一応作っておくっていうのがありますよね。まあ、意識してそっちでも見られるように作って、こっちでも見られるように作っておく。一応基本はそっちで。これが結構グーッといくんでね、はい、そこですね。ちょっと動線でやりますか。結構あれですよね。金額的には爆買いでしたね。金額的にはトータルするとね、お小遣いだから3、4ヶ月分ぐらいじゃないですか。もっとか。まあ、よくお小遣いいくらかわかんないですよね、皆さんね。そうしたらこれはですね、これとこれをかけたいんですね、一つ的にね。で、針金のかけ方として、こっちがね16番で、こっちは18番でいいかなって思ってるんですけど、これは先までかけるんで、ちょっと16番と16番で同じ太さのやつを探すんですけど、こうかけたくなっちゃうんですね。これとこれをかけるのに、そうすると効かないんですよ。こっちを動かすとこっちも一緒に動いちゃう。なんで、ちょっと遠回りをしてですね、幹の方から一周というか、まあ一周近くですねぐらい回してかけてみます。ここ固定しといてですね、でここら辺は割としっかりギュッとやった方がいいと思います。でこれはぐーっと持ってきますんで、結構力がかかりますから。でこれはどちらでもいいですけど、まあ、極力向こう持っていきたいんで、こっちにかけますね。もうベトベトダメだなこれ。ちょっと待って、さっき手洗ってきたのに手は汚くなるし、カットパスタを取れちゃうし、カットパスタじゃないんだよな。ちょっともう一回手洗ってみますね。でこれもう一回ちょっとかけ直しますね。緩んでる気がする。大丈夫か。また触っちゃった今悩んでるのはどうしようかなって。目切りを、いやQさんそう言ってもらえれば。どういうこと？いや動画的には切った方がいいかなっていうだけなんですけど。いや僕やんなくていいんじゃないかなと思うんですけど、さすがそう言ってもらえるとせっかく買ってね、お小遣いはたいて買ってかけちゃうとね、あとあまり間違ったことを教えてもいけないしね。面ね伸びてないですからね。そうですね。普通こういう針金かけた時はやらないですね。ということでやらない方向で。針金かけもまあ冬のがいいですもんね。そうですね。ダメだこれちょっと。カットパスタもらいましょうか。ちょっと一回取ります。結局また邪魔。もうちょっと手洗ってかんちゃんにカットパスタをちょっと借ります。カットパスタどっか行っちゃったんですよ。ついてます。ついてる。どうだろう。あった。子供だよね。本当。やることが子供、ちゃんとこういうのあるといいです。カットパスタで。カットパスタで。傷をですね。これも大丈夫かな。はい。で、やりかけてたのがここまで針金かけたのか。はい。で、とりあえず先に針金かけちゃうと、これも18番でいいかな。かけていく。18番、15番で16番ですね。ちなみにこれ東電さんにまだあるんですか？あります。ちょっと見に行きます？今おまけにしますか？また最後に見に行きます。行きましょう。あとね10何パーツありますね。そんなにある。ある。これはねいいですよ。ぜひ。これねでも東電さんまで来れないって人もなかなかいると思うんですよ。その人は上の違う？上のグリーンクラブにも置いてある。にも実はあります。はい。この手ですね。価格はだいたい15,000円前後というふうに、ものによってちょっと違うみたいですね。ものによってね。ぜひグリーンクラブの方でも。そうですね。ぜひ
探してみてください。はい、よし、じゃあこれは、針金をかけるんで、これを後ろに回してちょっと針金かけちゃいますね。はい、はい、先端の方ですね。そうですね、先端一応かけちゃって、そうそう、これ止まってないんですよね。今2本かかりました。殺菌殺虫の話はね、リクエストにお答えしてっていうんだけど、まあ案の定やっぱり伸びがあんまりなくて、まあそうでしょうね。でも予想はしてたんですけど、でも結構ね X の身内の人からは、あれタイムリーでよかったって、あれいいです、いい動画本当に。いやそう言ってもらうとあれなんですけどね、一回でもああいうのってちゃんとやんないとっていうのがあって、そうなんですよね。もうちょっとみんなさんね、コメントとか入れてほしいですよね。そうですよね。今もう感謝をちゃんと伝えないと伝わらないってことをね視聴者の方々に伝えたいですよ、僕は。批判はありますけどね。めちゃくちゃやっぱ言われるじゃないですか。言われます。工場に来る人とかにも「三山さん応援してます」って。ああ、そうそう。それやっぱちゃんと行動で示してもらわないと、コメントしてくれると嬉しいです。嬉しいですしね。返信こそしないですけど。でちょうどその質問された方だと思うんですけど、質問したらねやってくれたっていう方もいたし、そもそもなんか消毒で一括りしてたけど、殺菌剤殺虫剤とかね、その抑制とね治癒があるよとか、そういうのもねちゃんと、そうしかもあんなポップに面白くやってくれる。いや性病の話になりましたけど、クラミジアがどうぞ。クラミ言ってないですよ。ペスタロチアっていう言葉がなんか性病の言葉かなってちょっと勘違いして言っちゃいけない言葉を言っちゃったかなっていう話だけなんですけど、僕も編集しながら調べながらやってるじゃないですか。ああ、そうですね。だからやっぱ勉強になりましたね。そうですか。じゃあ大体針金はかけ終わりました。はい。まずこれですかね、一番勝負はね。これをこちら辺に持っていくってちょっとイメージだけこちら側へ持ってって。そう、まず元ですね。この元のところここを曲げて、でさらにもう一回ここですね。ここら辺で。はい。針金のあるところ。そうですね。この背中のところですね。ここを背中にこう曲げていくよと。それでちょっと上げてみましょうかね。どんな風になるか。これでもうなんとなく差し枝ができちゃって、結構高めですね。そうですね。ちょっと一回やってみますね。ちょっと一回全部下ろしてますね。でこれは後ろ枝でありながらも頭になる可能性があるんで、それを意識して。そう贅沢だね。裏枝なのに頭にもなり得るような作るなんて。じゃあこれをちょっとこれはどこでもこちらを正面にした時にはまあどこにあってもいいような枝なんですね。この枝は。でこちらを正面にした時は今頭っぽく作りましたけど、差し枝になる大事な枝なんで差し枝を意識してちょっと下げていきますね。こういうでぐーっとこっち向きの時の差し枝。そうですね。夏は結構皆さん盆栽やらない人多いと思うんですけど、まあね作業少ないっちゃ少ないですけど、でも木はね結構成長してますからね。5月6月にやった葉っぱがまた伸びてきたりとか、2回目の葉刈りとかね、そんなんだったらできますよね。はい、じゃあついに頭を多分そっちから撮ってるからなんとなくそっちも見えてませんか。でもこれが頭ですよね今。そうこれが頭で、だからそっちがまだ高いからちょっとまだだからね頭を作ればそれが平間さん側の方から見た頭ですね。はい。なんとなく作っといて後で決めるみたいな、保留みたいなことなんですか。それでいいんです。はい。いわゆる最初のしつけみたいな感じですよね。どちらにせよコンパクトにね。そうですね。やりますね。やります。コンパクトにしたい。最後はないな。道具が出てこない。ドラえもんのポケット状態ですね。ドラえもんポケット。僕ドラえもんって知ってます？
ドラえもん。はい。いや、カンちゃんがほら髪の毛こう伸ばした時って私いつも思うんだよ。ドザエモンに似てるって。ドザエモンって時代劇で、池から死体が上がった時に水死体ですね。水死体が、ドザエモンが上がったぞって、大体ちょんまげが緩んで髪の毛こうなってるんじゃないですか。あれドザエモンなんですよね。で一応そのドザエモンとドラえもんをかけたっていう、僕ドザエモンって声は何なんだその声、ドラえもんの声でもないし、ドラえもんに似せてるんですけど、これね時代劇見てる人結構ハマると思うんですけど、私結構好きなネタで、僕ドザエモン、もういいか、ドス聞いた声なんで、ドス聞いた声で、これここにあった散々探してて、何しようか、これはこっちに頭を振るか。こっちもいいですね。こっちもいいですよ。こっちもまあまあですね。そっちだとやっぱね、カットパスタのところが見えちゃうから、まあこっちの方が作りやすそうな気はしますね。見えない方がね。片方にね、本当は決めた方がいいっていう人もいるんですけどね。趣味家なんで、それ言うとなんかいつも木村さんずりって言われちゃうんだけど。木村さんね。趣味家なんで慌てる必要ないし、選択肢ってやっぱりいくつかあった方がいいと思うので。で、こうしなさいも言えないしね。いいかな、こんなところで。と言っていつもやらないやつね。そうですね。まあ10分はかかるでしょうね。10分はね、よく分かってますね。はい。はい。ということで、一応針金の、かけて、成長しました。一応そちら正面で、作ってますけれども、説明すると、まあここに頭がありますね。で、ここに差し枝を作りました。ここら辺から強引にこちらへ持っていって、で、ここの、まあ嫌なところを少し隠したいんですね。で、この間から少しこれが見えませんかね。この、まあよく言う、これとこれの間から、この枝が見える位置、見えない、見えない。わかんない。置いてもらわないとわかんないかもしれない。置かないとわかんないか。水平が。そうですね。正面、そうですね。正面。この位置だからは見えてません。見えてない。これ見えないですか。もうちょっと見えてるのかな。ボケてるからかな。できればこの頭と差し枝の間からこれが。もうちょっと上かもしれないですね。そしたら。上向ける？こう前に。そう、そんぐらい。これで見えた。これで見えた。という見方が一つ。植え付けでね。植え付けですね。それと。こっちの正面も見えるように、これが頭で、これ差し枝で、その下からこの空間にこれ見えませんかね。見えます。見えますか。はい。ということなんですよ。妙味。妙味ってない。妙義？妙義か。まあ妙義でも妙味でもいいんですけど、というところが見せたかった。で意外とねそっちがもういいです。そっちがいいのはこの辺の迫力があるんですよね。幹の迫力があって、でこの辺のところも見えて、根毛はねこっちがいいんですよ。そっちの方が面白いんですよ。根毛が面白いんですけど、一箇所ね嫌なのがここがね細く見える。この辺が細く見えませんかね。この辺がなんとなくキュッと場所によってそうキュッとスリムな人になっちゃって、お腹がこう私みたいにドシンとこうね。はい、なんでしょう、この辺が開いちゃって細く見える。でこれはちょっと隠したい。ここが欠点ですね。根毛は面白いし、そこだけが欠点だけど、こっちはねそんなに気にならないですね。その細いところがなんかね、塊ガッときてるんで、迫力的にはねそっちの方が面白いかもしれないですね。将来そっちで作るかもしれません。はいというふうに、まあ表も裏もね、両方見れるようにというふうに、一応作りました。であともう一つ嫌なのは、ここがね真横に水平になるとちょっと嫌なんですね。
なんとなく幹の上のね、こう全体がいいんですけど、真横に見えるとちょっと嫌なんで、ちょっと傾けるか、あるいはちょっとこっち上げるか、そうですね、という感じで、いいと思います。かなり細かいこだわりですけど、そこら辺こんな感じもいいかもしれないですね。はいはい。面白い。となってくると、こっちの方が面白いかもしれないですね。でもこっちでそんなのなかったっけ？それだっけ？これはね、これはもうごちゃごちゃなんで、よくわからん。もうちょっと枝減らさないとダメですね。綺麗にして。そうそう、これもね、で正直言うと、どっちも正面になります。そっちの正面もなります。これ頭下ろして。で、決まってるって言いましたけど、でそっちもできるんですよね。どっちもいけそう。どっちもいける。でそうすると幹がどうなの、根はどうなのっていう感じですよね。幹と根の面白い方。どちらかというとね、これが今そっちへ行ってるんで、そっち正面の方がやっぱりいい感じしますけど、根毛も面白いですね。どんどん落ちるな。やっぱそっちかな。っていう感じですね。まあいずれにしても作り方っていう。まとめに入りますけど、これを頭にしてね、これは作っていくと思うんですけど、そういうふうな作り方もあるし、頭を落としちゃってちっちゃく幹を見せてコンパクトに作る方法があるし、正面も表も裏もとりあえず作ってていいんじゃないかなっていうふうに思います。今多分これ枝数が少ないじゃないですか。そうですね。4本ぐらい大きいので。そうですね。それを2年ぐらい作っていくと、そうこんなふうになって、このぐらい増えますので。そうですね。だから目切りしました。目切りをすればね、枝数が増えてきますので、これいいんじゃないですかね。結構ね、だいぶもうできてますもんね。できてきましたよね。あと古くなるだけですよ。これだってあとは根がね、こういう出てる根ってね、結構太ってくるんですよ。細い根はね枯れるんですけど、これだけしっかりしてれば根って太りやすいんで、面白い木になってくると思いますね。あとは見せどころですよね。根だとか幹だとか、どこを見せたいのかっていう、せっかく面白い芸をしてるんで、どこを見せたいかっていうところでまた正面だとか決めていけばいいと思いますね。これだって飾れますよね。肌ができちゃったら枝はもうあるから。ありますからね。というそんな面白い木がまだまだ途中にあります。ちょっと行ってみましょうか。行ってみましょう。はい。これに入荷してます。これですね、まだ10何鉢あるかな。でね、面白いですよ、まだまだ。ほら、こんなんだって、これ寸が短くてギュッとしてるじゃないですか。だからこれもさっき言ったみたいにこれを生かして、これ外側出てますから、これを生かす、これ頭にしてこれを差し枝にするか、私がやったみたいにこれ取っちゃってギュッと凝縮して作るかどうかでいいと思いますね。こっちだって、こっちもね、だから今完全に私こっちだと思ってたけど、やっぱり正面って表裏見た方がいいですよね。これも迫力ありますよね。もうスラっぽいですね。このギュッっていうね、感じです。ママ新車でお出かけですね。ママ今日お化粧は完璧。バッチリ。バッチリ。いつもバッチリじゃない。バッチリですね。出てもいいよ。出てもいい。簡単に嫌がられない。言われちゃう。これも面白いじゃないですか、根毛が。ねえ、こんなんだって面白い。これ面白いですね。これ面白い。ない形。あえて根とこう幹っていうのがね、あって、これもコンパクトにできると思うし、あとね面白いのこれもいいですよね。これも綺麗にできそうな気がします。これね。そうですね。これも差し枝ね、これもでここにも模様が入ってるんじゃないですか。こっちもいい。こっちもいいな。これもいいな。ということでまだありますんで。もう早く来ないと買いたくなっちゃうぐらいで、私が見つかったらいいでしょう。見つかったらもういいかっていうですね。ということで東樹園さんか上野グリーンクラブですね。あと何か所か盆栽屋さんでもお持ちのようなんで、そちらでご購入いただければということで、値段ね、さっき言っちゃいましたけど15,000円で多少前後あるかもしれませんけど、それぐらいの価格で買えるってことですよね。そうですね。これだってできて古くなっていい鉢入ってたら多分ね、いやもう3万5万ってすぐなっちゃうと思うね。いっちゃうと思いますね。という木なんで、買うチャンスなんで、ぜひお買い求めいただければというふうに思います。ということで、ちょっと今日トークつまらなかったですけど、今日は面白くできたんでちょっと勘弁してください。ということで、以上。こっちはいいのかな。こっちは仕入れたやつですよ。そっちも紹介します。今日の話とは違うけど、心拍の面白い木がいっぱい入ったっていうことですね。これなんか面白そうじゃないですか。これいいですよ。これは面白い。処理もできてる。これがいくらぐらいなんだかちょっと私わかんないですけど、僕もわかんないけど、
まあこんな木が入ったってことですね。まあいいか。ということで、まだたくさんありますんで。はい。いろいろたくさん仕入れてます。あっちの方とかもある。あっちの方もね。あ、これがあれですね。さっき紹介したナス娘。ナス娘もあります。いいじゃないですかね。うん。いいと思いますね。この辺ね。の発祥ですね。はいはい。いいと思います。これが珍しいって言ってた。赤松のやつぶさ。はい。あと僕はなんですか。名前ありますよ。宮島か。光ってありますね。光。これ光いいんですよこれ。これね短いですよね。場所がいい。などということで、かんちゃんたくさんね入手してますんで、これ安くないですか？これ35,000円だって。これ多分5、6万円で売ってた口だと思うんですけどね。どっかなくなったからかな。なんか単なる商品紹介になっちゃってるけど、我々当然のものじゃない。いくらももらってないんですけど。いくらもらってないけど。こんなものがたくさん今入荷してますんで、ぜひぜひお越しください。以上です。ありがとうございました。終わっちゃった。もう一度帽子上げてもらって。帽子上げて。帽子を取ると。僕ドザエモン。こうわかんないでしょ。確かちょっとドザエモン知らないとね。高級感あるね。高級感。スターだな。髪の毛ちょっと短くして。鈴木さん風になってる。そう意識してんだけど。パーマもちょっとかけたでしょ。パーマかけて。都知園一族。かっこいい。もうやりました。やりました。これオブセ。これオブセだよね。いいですよこれ。それがいいな、その手前の。そうですね。いいですねこれ。下げてもいいし。下げてもいいし、上げてもいいし。そうですね。これ面白いですよ。高いのかな。お安くしますよもちろん。あれが面白かったんですね、かんちゃんが作ろうとしたやつが。などいろいろあるってことでいいですか？ちょっと動画終われないんで。はい。こういうのもあります。はい。今さこれ話せなくなってるでしょ。これが話せない。手から離れなくなって。中内さんのよかった。あれ一番よかった。あれね、一番よかった。あれ欲しかった。これもでも作ったら面白そうですねみんな。面白そう。値段によってだな。というわけで最後締めお願いします。当順にはいろいろな商品がたくさんありますのでぜひご来場ください。ありがとうございます。はい。